皆様こんにちは、関です。今回は9月1日にシャネルより発売された注目の限定アイシャドウレキャトルオンブルビザンスの全4色のパレットからそれぞれ2パターンずつのメイクルックをご紹介して計8パターンのメイクルックをお見せしていきたいと思います。現時点ではまだシャネルの公式オンラインブティックでも全色カートに入りましたので、カラー選びに迷われているという方にはもちろん、すでにゲットしているけれどもっといろいろなメイクパターンを楽しみたいという方にも参考になれば嬉しいです。アイテムについての詳細やパレット1色ずつの単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックについてはこちらのメインチャンネルでご紹介しておりますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは早速308のパリュールアンペリアルを使ったメイクルック1つ目をご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。この2色はカラーのニュアンスがとても似ているので、ワントーンのメイクに仕上げたいときはこの2色のみでも可愛いです。最後に左上のカラーをMACのアイシャドウブラシ 239S に取って上まぶたのまつげの際に薄く少し太めのライン状になるようにのせていって下まぶたにも入れていきます。はい、308のパリュールアンペリアル3色を使ったメイクルックの1つ目が完成しました。今回は上まぶたに同系色のレッドパープル系の2色を重ねてグラデーションした後に上下のまぶたに太めのライン状にイエローを入れて秋らしいレッドパープルの中に少し明るさのイエローを足すことでまだ暑さが残る今の時期にも組み合わせやすいようなメイクに仕上げてみました。グラデーションもかなり簡単ですが308の高発色なカラーとパールによる艶を感じられるカラーのバランスのおかげで立体的な目元に見せてくれていると思います。引きで見るとこんな感じです。それでは続いて2パターン目のメイクです。まず左下のカラーを指に取って上まぶた全体にのせていきます。高発色のタイプなのでまつげの際にしっかりとのせて目を開けた時にカラーが見える位置くらいまでにぼかすように塗っていきます。続いて右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。最後に右下のカラーを指に取って上まぶた全体に重ねていきます。そのままブラシに戻って下まぶた全体にも重ねていきます。はい、2パターン目のメイクルックはこんな感じで完成しました。先ほどの1つ目のメイクルックもメインチャンネルで4色を使ったメイクルックをご紹介した時も下まぶたに塗っているピンクとイエローをメインに使ったようなルックをご紹介したので、今回はあえてイエローを使わずにパープルのカラーをしっかりと重ねて上から右下のトップコートのラメを重ねたパターンに仕上げてみました。イエローなしでメイクをするとまた全然違った印象に見えますよね。透明感抜群のパープル系メイクに仕上げたいという時におすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いては318のパリュールベニティエンヌです。まずは1つ目のメイクルックです。まず右上のカラーを指に取って
上まぶたのアイホール全体にのせていきます。メインチャンネルではこちらのピンクのカラーは下まぶたに使ったので、今回は上まぶた全体にベースとして使ってしっかりと発色させていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。はい、1つ目のメイクルックはこんな感じで完成しました。今回はこちらの柔らかいピンクをベースにブラウンをナチュラルに発色させて、下まぶたはツヤのあるカラーのみで仕上げた普段使いもしやすそうなナチュラルなメイクに仕上げてみました。こちらの3色のみでメイクしてみると柔らかくて優しい印象も楽しめるようなパレットです。引きで見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。最後に左下のカラーをブラシに取って下まぶたのまつげの際にしっかりとブラウン手影を入れていきます。はい、2パターン目のメイクルックはこんな感じで完成しました。今回は柔らかいピンクをベースに右下のグリーンの偏光ラメをポイントでのせて、上まぶたは柔らかいニュアンスのまま仕上げて、その代わり下まぶたのまつげの際にしっかりとブラウンをのせて全体のバランスをとってみました。前回メインチャンネルではブラウンをベースにのせて上にこちらのグリーンの偏光カラーを重ねて少しクールな印象のメイクに仕上げてみましたが、こちらのグリーンの偏光ラメはピンクと組み合わせることでとても柔らかくて可愛らしい印象も楽しめました。引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら328のパリュールクリスタルです。まずは1つ目のメイクルックをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらのカラーはこんな感じでツヤがものすごく綺麗です。続いて左下のカラーを指に取って目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。はい、まずは1つ目のメイクルックがこんな感じで完成しました。こちらの338のパリュールクリスタルのパレットは全4色を使ってもとても柔らかいニュアンスに仕上がりますが、今回はあえて右下のトップコートカラーを使わずに他の3色で仕上げてみて、少し寒色の要素も感じられるようなピンクブラウン系にまとめてみました。よりこちらのパレットの柔らかさとパールによるツヤの質感がきたメイクに仕上がったなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクルックです。まず左下のカラーを指に取って目の際からアイホールに向かって薄くなるようにのせていきます。続いて右下のカラーを指に取って全体に重ねていきます。最後に右上のカラーをブラシに取ってまぶた全体にのせていきます。はい、こんな感じで2つ目のメイクルックが完成しました。2つ目は少しパープルのニュアンスをも感じるようなブラウンをベースに全体に塗って
上からこの柔らかいブルーのニュアンスのトップコートカラーを重ねて、328のパレットの柔らかい透明感を残しつつも少し深みもあるようなメイクに仕上げてみました。この2色を組み合わせることで少しパープルのニュアンスに近いようなブルー系のメイクに仕上がるので、透明感をぐんと引き出したいという時におすすめです。それでは最後、338のパリュールバロックです。まずは1つ目のメイクルックです。まず左上のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。もう少しくすんだイエローカラーが大人っぽくてとても可愛いですよね。続いて左下のカラーをブラシに取って、上まぶたのまつげの際からカラーが薄くなるように少し太めのライン状にぼかしていって、そのまま下まぶたのまつげの際にも薄くのせていきます。最後に右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。はい、まず1つ目のメイクルックはこんな感じで完成しました。今回はこのくすみ感のある絶妙なイエローゴールドのカラーをベースにしっかりと発色させて、こちらのグリーンのカラーを薄く上下のまぶたの上に発色させた後に、ホワイトの大粒ラメのカラーで目元全体をまとめてみました。一見組み合わせが難しそうな2色ですが、こちらのゴールドカラーにくすみ感が効いているのと、グリーンのカラーにも程よく深みはありますが濃くなりすぎないカラーだったので、最後にこのホワイトラメのカラーで2色をまとめてあげることで程よいニュアンスに仕上がったかなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて最後、2パターン目のメイクルックです。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。先ほどのメイクルックの1パターン目とメインチャンネルでご紹介した際も、こちらのレッドのカラーは下まぶたにアクセントとして使ったのみだったので、今回はこちらのカラーをメインに使ってみたいと思います。続いて左下のカラーをブラシに取って、下まぶたのまつげの際に入れていきます。最後に右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、最後2パターン目のメイクルックはこんな感じで完成しました。今回はあえてグリーンのカラーは使わずにレッドのカラーをメインに塗ってみました。こちらのレッドもまぶた全体にのせるとこんな感じでピンクの要素が強いような明るめのカラーなので、意外と強くなりすぎないのと、このホワイトラメのカラーと組み合わせることで華やかさをしっかりと感じられるような大人のレッド系メイクが楽しめます。338のパレットはイエローやグリーンのカラーのニュアンスのイメージが強いですが、レッドをメインで使うとこんな感じでまた全然違ったイメージも楽しめました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで9月1日発売シャネルの限定アイシャドウリケトルオンブルビザンスの全4色2ルックずつの計8パターンのメイクルックをご紹介していきました。今回それぞれのパレットの中でも特にキーになるようなカラーをルックごとに使い分けたので、メインチャンネルでご紹介させていただいた全4色を使ったメイクルックとはまた全然違った雰囲気のメイクルックに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりいろいろなパターンが楽しめるパレットばかりですので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら
気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。